どうも、ボタニカリスティックスです。今日はね、そんなに、重くない、軽い話、雑談、考察ってしたんですけど、雑談ですね。で、これ、買いました。というか、読みました。今日はね、この内容、ちょっとこの雑誌の内容にちょっと触れた話ですね。ネタバレにならない程度にですね、感想っていうかですね、僕が思ったことなんかを話せたらいいなと思いまして、動画回してます。普段別に買うわけじゃないんですけど、この表紙見たらもうこれ目引くよね。すごいっすよ。で、この4文字熟語、すごいですよね、これ。植物三昧。もうこれ見たらね、もう買わないわけにいかないですよね。植物イコールフィカス。これはフィカスのもんだって僕は思いましたよ。ただね、表紙にはフィカスいないから、ただね、バキポディウムとかね、アデニウムとか、ほら、最近もうみんなこんなんじゃないですか、僕。どんなイベント行ったって。この辺がみんな顔みたいになってるんで、いいかなと。で、それにこの絵がやばいしね。だからそれはいいとして、もうそんなわけで立ち読みしないで、バッと取って、バーッとレジ行って、バーッと、これください買って、店の外出て、で、ちょっとバーッと見たの、最初の方。そしたら、かつてないほど注目を集めている植物。植物。そうだね、フィカス。人気だもんね。中でも開墾、多肉は人気を誇り。多肉、開墾の話してるのかな。人々の生活にはグリーンは欠かせないものだ。グリーン、グリーン、フィカスね。で、そう思って、ちょっとでも嫌な予感したから、もうちょっとこの時点でね、ダーッとパラパラ見た。フィカスなんかないじゃないか。植物はどこにあるんだ。中身が違うんじゃないかみたいな。うららかと思いましたよ、僕はもう。なんかの間違いかなと。またこれかよ。またフィカスをのけものにして。で、僕ちょっと思っちゃったんですけど、ただね、これ最初何かこう、植物好きの人とかね、お店の人とか生産者とか、で、これインタビュー記事があるんですけど、一番最初はね、タイムマシーン3号の山本さん、ツッコミの方ですよね。で、この方ね、植物好きで有名ですよね。YouTube とかもあったりするし、テレビでも見たことあるけど、タイムマシーン3号って言ったらね、僕、オンバドを結構見てた人間なんで、これ見るとね、15年前ぐらいから植物好きなんですって。で、15年前か、オンバドって、もっと前かなって。あの時代はまだ植物好きじゃなかったのかなとか、ちょっと考えながら、15年前ってもう、っていうか、何歳なんだ。で、そのね、写真ね、1枚目にね、もうガジュマル持ってたりね、それで中もね、別なガジュマルとかね、で、エラスティカのなんかのね、植物の写真があったりとかして、フィカスのこと特に別に言及してるわけじゃないけども、ちゃんと写真あったしね、許す。その後はね、YouTube とかで見る人たちのね、記事がね、出てきて、オベサとか、アガベとか、ビカクシダとか、この辺が立て続けに、その辺のね、楽しさとかをね、話してるんですよ。例のあれですよ、もう本当に。おーいって、帰ってこーいって、フィカスは入り口を置き去りですよ。で、それで言ったらね、フィロデンドロンとか、他にもシェフレラとか、いろいろあるじゃないですか。ヤシとか、そういった観葉植物、つまり多肉植物とか開墾植物とか、それ以外の連中はね、ご遠慮いただいてっていう感じでしたね、この雑誌。で、それはなんて言うんだろうな、ビートルズで僕例えたりしてますけど、旬な話題で、ちょっとフジロックの第3弾が出たんで、例えばフジロックで例えると、この辺の界隈っていうのはフィールドオブヘブン勢だと思うんですよ。あるいはオレンジコートとかね。イベント全体のメインってグリーンステージとかね、ホワイトステージとかレッドマーキーとか、そういうのだと思うんですけど、その辺のヘッドライナーを差し置いて、フィールドオブヘブンとかオレンジコートが主人公って、やっぱりさ、それはさ、マニアでしょ、あくまで。主人公、もちろん主人公じゃないじゃん、全体で見た時の。いいんですよ。もちろん、多分、フィールドオブヘブンに、3日間ぶっ通しで言い続ける人たちとか、つわものって、俺らこそがフジロックだ、みたいに思ってる人と思いますし、言い張るだろうしね。で、その考え方はある意味合ってると思いますよ、僕も。僕もそうだな、とか思っちゃう。でも、誰が集客するのか。やっぱさ、顔がさ、大事じゃん、そのイベントのね。この植物に新たに人を大きな、ね。だから、
だからっていうわけじゃないんだけど、まあもういいや、もうまとめちゃうんだけど、で、まあ、こういうのって結局その雑誌とか、まあ、生産者とかキュレーターとかが、まあ、例えばこの前の花友フェスタの主催者側だよね、そういう人たちがその頑張ってきたおかげで、まあ、多肉とか、まあ、開墾とか、まあ、そういう認知が広がってってことだと思うんですよ。で、つまりフィカスでこれも起こせばいいだけの話なんですよね。で、それをまあ僕がこれからやるんだなと。だからまあやるために頑張っていかなきゃいけないんだなって思いました。で、まあね、なんでこういうところに帰結したかっていうとね、まあこのね、モノマガジン、まあ読んだことによってですね、結局そういう気持ちになりましたね。どこだっけな。あれどっか行っちゃった。あった。別にね、これ読んでね、フィカスがないじゃないかって言って、その反骨精神みたいな、そういうんで今言ってるんじゃなくてですね、このね、マナーズファームのね、マナカさんっていう人の、まあ、記事を読んでですね、まあ、この人も、要するにこっちの世界をですね、みんなに知ってもらいたいって言って、いろんな発信を始めたっていう記事が書いてあったんで、そうだよなと思って、まあ、文句ばっかり言ってないでね、まあ、僕も、まあ、フィカスを、まあ、広げたいなら、僕がね、まあ、頑張って発信をすればいいんだと思いましたね。まあ、要はね、振り子なんですよね。まあ、あっちに行き過ぎたら、まあ、結局自然な流れでこっちに帰ってくるんですよ。まあ、地域派がこう、なんつうの、広めて、まあ、活動した結果が今、こういう風に触れてるんだと。まあ、僕の目から見たらね。で、まあ、その振り子がまた戻ってくるんで、ここでフィカスの逆襲を起こせばいいんですよ。それこそ音楽もビジュアル系が主流だったみたいな時代もあったんですよね。まあ、ほんとビジュアル系じゃないとね、音楽じゃないみたいな。そんなことないでしょ、だって。いやー、あのバンドはちょっと顔がね、みたいな。今考えると別に謎でしょ？でもなんかそういうの、あった時代あったんですよ。まあ今も多少あるか。でも、逆に、だから、そういう時代があったから、もう逆に顔が悪いっていうか、非ビジュアル系みたいな波がやっぱりありましたよ。その時代も。今、大物になってる人たちですけどね。まあ誰って言わないですけど。ラーメンとかでも、まあカンナの背脂があったりとかね、その後に、その後かな、まあ、九州豚骨とかでも流行った時代があるでしょ。その後、豚魚が流行ってみたいな、煮干しが流行ってとか、なんかいろんなこうフリックがあるんですよ。で、まあ今なんかミシュランとか、そういう系のね、お店、ミシュラン系の連中がすごい盛り上がってると思ったらですね、今度はね、ノスラーの逆襲がやってくるわけですよ、メジマル系の。だから、なんか結局自然な流れでですね、行き過ぎたら、そうじゃないよねっていう再評価が起こって、この振り子は自然に振られてですね、だんだん神の見えざる手じゃないけど、正しいところに行こうとするんですよ。だから自然なのかなって、僕みたいなね、人間がフィカスについてね、誰々で言うようになると、こういう人が出てくるっていうこと自体も、それもまた自然な流れなのかなと、ちょっと思いましたね。今日はね、ちょっとあんまり、今日は軽いこんな感じの話題で、行きたいと思います。というのはね、これからね、たくさんね、フィカスについての考察の話ね、持ってきてるんですよ。用意してるんですけど、結構ね、内容がね、重たいんでね、今日みたいなたまにこういう軽い、ね、内容もね、あったらいいかなと思って、今日は軽めのまま、このまま終わりにしましょう。じゃあまた、その重めなやつ、楽しみにしておいてください。じゃあ。